アクアリストの皆さん、どうも終わりです。水槽を立ち上げるにあたって上部ろ過装置とか外部ろ過装置とか外掛け式ろ過装置とか投げ込み式ろ過とかね、いろいろろ過システムはあると思うんですけれども、やっぱり水質を長期的に安定させるにはオーバーフロー水槽が一番ねいいと言われていますけれども、オーバーフロー水槽って結構水槽に穴を開けたりとかね、加工が必要で、水槽の中にパイプが見えちゃったりしてね、結構不格好になってたりすることもあるんですけれども、今こちらに見えている商品、こちらねインテリアじゃないですよね、豆デザインさんの豆オーバーフローという商品なんですけれども、こちらの商品を使ってもう水槽にこうやってね、水槽の壁面にかけるだけで、水槽に穴を開けずに水槽の中にパイプを刺さずにもオーバーフロー水槽を作ることができるという素敵商品になっておりまして、今回はこの非常に画期的でかつインテリア性の高いねオシャンティーなグッズを紹介したいと思います。この豆オーバーフローが、サイフォンの原理という原理を使って動いているものなんですけれども、サイフォンの原理ってアクアリストにとっちゃもう一般常識みたいなもんだと思うんですけども、一応解説しておきます。こういったホースあるじゃないですか。このホースでこの上にある水槽から下にある水槽の方に水を下ろそうと思った時に、こうするだけじゃ、何もね動くものがないんで水は下に行ってくれませんよね。電動のポンプでもない限りは。でこれを電動のポンプなしで、下に水を下ろそうと思った時にどうやるかというと、一回このホースの中を水で満たすんですよね。でこのホースの中に水が満たされた状態でホースを下に向けると水が出てくるんですよね。でこれホースの中に入っている水の分が出てもずっと水が出続けるんですよ。なぜかっていうと、この下に落ちてってる水がさらに水槽の中の水をね引っ張ってくれてるんですよ。これがこのホースの中に空気が入らない限りはずっと出続けるんですよね。それで水位が下がっていって、この空気が入っちゃうと止まるんですけど、これが空気が入らない限りはずっと水が出続ける。こういった原理を利用して豆オーバーフローは動いております。でサイフォンの原理と、あともう一つ豆オーバーフローの機能を語るについて欠かせないものがベンチュリ管というものなんですけども、ベンチュリっていうのが太いパイプよりも細いパイプの方が勢いがあって、そっちの方に物が引き込まれやすいっていうことですね。考えてみれば当然で分かると思うんですけども、でまずこの豆オーバーフローのメインのパイプが、これが排水パイプで、この上の水槽から下のろ過槽の方に水が行くパイプですね。でこっちが給水の方のパイプで、下のろ過槽からメインの水槽の方に水が行くパイプなんですよ。でこっちの方が細いんですよね。なんでこっちの方が勢いがあるんですよ。でこっちの方が勢いがあるってことは物が引き込まれるんですよね。で豆オーバーフローは電動のポンプを使ってるんですけども、ポンプはこのろ過槽から水槽の方に水が出る方のパイプにしか使ってないんですよ。でこの排水の方のパイプの水はどうやって動いてるのかというと、それがサイフォンの原理とそのベンチュル機構を使ってるんですよね。豆オーバーフローの全体的な構造としては、下にこのろ過槽があって、その中に、太いこの排水のパイプがあって、ポンプにつながってるこの細い給水のパイプがあって、本体の方につながってるんですよね。で本体をここにもう一回引っ掛けて、あとポンプのスイッチをオンにすれば、ろ過が始まるのかというと、そういうわけではないです。この太い排水のパイプ、サイフォンの原理を使って水を抜いてるっていうお話したと思うんですけども、このままじゃねサイフォンの原理は働きません。サイフォンの原理はホースの中に水が満たされている状態じゃないと動かないんですけども、ここはね穴が開いてますし、こんなんじゃサイフォンの原理は働くわけないですよね。それで、どうしたらいいのかというと、この排水パイプの上の穴から予備水というね水を最初にちょっと入れてあげます。この水は、この下の方のね排水のこのカーブのところから水が出るまで入れる。すでにもうこれ出ちゃってるんでね、大丈夫です。これだけ入れれば。で水を入れるとどうなるかというと、このカーブのところに水が入って、ここが埋まるわけですよね。でこれが埋まったら、カーブのところが埋まったら、ポンプを入れるとこの
取水口の方から水がバー出てきますよね。でそうすると水位が上がってこの排水パイプの、給水の部分まで水位が上がって、ここから水が入っていくわけですよね、こっちの方に。水位がねここまで上がってここに水が入ったとしても、その同じ水位よりも上には電動のポンプがない限りは水が上がらないはずじゃないですか。そこでベンチュリ機構なんですよね。普通はここから上に水が上がらないところ、こっちの細いパイプの方でね水がこう出続けてるので、ベンチュリ機構が働いてこっちの方に空気が吸い寄せられるんですよ。この細いパイプを通して、ここから空気が吸い寄せられるとどうなるかというと、空気がなくなるからもう水が入るしかなくなるじゃないですか。というわけでこっちに水が上がってくるんですよ。でその上がっていった水がこっちに入ってこちらに行ってここに合流で、こっちに水が合流すると、その勢いでここからまたここのギリギリ下に落ちてなかった水の部分が下に落ちるようになるじゃないですか。でそうするともう完全にこっちの給水口からこの水がさっき通ったルートは全部水が満たされてる、サイフォンの原理が発動する条件が満たされてる状態になるんですよね。実際にちょっと見てみましょう。じゃあポンプのスイッチを入れます。はい、水が給水パイプを通ってこちらに上の水槽に入っていきます。そうするとこの上の水槽の水位がどんどんと上がっていって、排水パイプの給水口の方に水が入ります。するとベンチュリ機構によって空気がどんどんこっち側に吸い寄せられるので、どんどんこの管の中が水で満たされていく。そうするとこの下の方に水が通って完全にこの管の中に水が満たされます。そして水がどんどん落ちていく、この流れがサイフォンの原理というわけですね。なんでポンプは1個しかないんですけども、この給水する時の力だけで排水までやってのけてしまう、それが雨オーバーフローというわけですね。どうしてもねこれ水流を使った機構なんで水音は出ちゃうんですけれども、と見せかけて豆デザインさんさすが、こちらのね豆サイレントカバーという商品があるんですけども、こちらをこの穴にセットすると水音がだいぶ静かになります。でこのベンチュリ機構のすごいところが、停電してももう一回電気が自動で復旧すればこのオーバーフローのろ過も自動で復旧するっていうところなんですよね。一回ちょっと停電させてみましょう。電気を抜くだけなんですけど、はい、ポンプを止めました。それとサイフォンの原理である程度まで水は下に下がるものの、水面が下がるのでそれ以上水は排水されず給水もされないので動きは止まってしまいますね。で水の動きは完全に止まってしまったんですけども、この呼び水だった部分はこういった U 字の形をしてるんでまだ残ってるんですよね。なんでもう一回電気が復旧するだけで、ほい、またこっちの水が流れる勢いに伴ってこっちの方に空気がね吸い込まれることで水がどんどん上がっていき、水がどんどんねこっちからも上がってますよね。このベンチュリ機構のおかげでまたサイフォンの原理が自動的に復活するようになってるんですね。これでねなんかもういざ停電っていう時にろ過装置が止まって魚が死んでしまうということがない安全策も取られてるという商品でございますね。もうただのサイフォンの原理を使ったもう上から下への水の給水だとね
このポンプが止まった時にこっちからの給水は止まってるのに排水ばっかりずっと続くもんで、ろ過層の方の水が溢れてしまうっていう事態になりかねないんですけれども、この豆オーバーフローはね、そのベンチュリ機構ありきのサイフォン方式の排水なんでね、電気が止まればちょっと排水の方も止まってくれるというね、そういった二重の安全策がされてるわけですね。なかなかね、もう機能がどんだけすごいかという話をしてきたんですけども、豆デザインさんといえばやはりデザイン性ですよね。どれだけインテリア性が高いかというのが見たら分かると思うんですけども、この豆オーバーフローがね、正面から水槽を見た時に見えてる部分がもうこの部分だけなんですよね。普通のオーバーフロー水槽って言ったらね、この水槽の中にダーンとパイプが入ってたりするもんなんですけれども、これしか見えてないし、このパイプとかガラス製なんで、もう見えてても逆におしゃれってぐらいなんですよね。もうこの機能性も素晴らしく、インテリア性も非常に高いというこの豆オーバーフローですね。ぜひアクアリスタの皆さんは一度買って試してみてはいかがでしょうか。こちら全てね、ガラス製で、ハンドメイドで作られてるってことでね、ちょっとね、お値段が他のろ過装置より高いのかなと思うんですけど、でもこの機能とインテリア性を加味すればそんな高くもないなと思いますね。いや、ほんともうインテリアに見えるぐらいおしゃれですよね。今回俺が使用したこのポンプ、家にあったものを使用したんで、メーカー水槽よりもかなりちっちゃいポンプを使ってるんですよね。メーカー水上サイズのポンプを使えば、それだけ水の回りも速くなってろ過力も上がるし、水流が生まれるので海水水槽にも使えるんですよね。で、流量が上がるとそれだけ停電時からの復旧の速さも早まって水槽が崩壊する危険性も下がるというわけです。こちらの豆オーバーフローね、具体的な組み立て方法とか設置方法は、同封されている説明書の方に事細かに記載がございますので、そちらの方をよく読んで設置してもらえればなと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。